今、甲子園で大活躍している京都国際高校。一方、朝鮮学校という学校も聞いたことありますよね。在日コリアンをルーツにしている学校で、片方は甲子園で大活躍していて、もう片方は政治問題として語られることが多いです。一体何がそんなに違うのでしょうか？僕は韓国人留学生として在日コリアン社会を数年間も観察してきました。今回はその両者の5つの違いについて解説します。運営集体、教科制度、言語教育、進学実績、思想教育。この動画を最後まで見れば、実は全く別物だという驚きの真実を理解できるというはずです。運営主体、京都国際高校は1947年に観光系の方々がお金を集めて設立した学校です。1958年には京都府から学校法人として正式に許可されました。一条校、つまり日本の正式な私立高校として運営されており、甲子園にも出場することができます。さらに韓国政府からも認定されているため、日韓両方の高校卒業資格を持てるダブル免許みたいな学校ですね。一方、朝鮮学校は戦後すぐに母国教育を取り戻そうと各地に作られた教習所、講習所がルーツとなっております。1950年代以降は朝鮮総連の参加で運営され、北朝鮮から資金や教材の支援を受けて発展しました。教育カリキュラムと教科制度も違います。京都国際高校は日本の文科省が定める一条校と説明しましたよね。つまり正式な私立学校として許可されていて、授業は日本の教科書を使い、日本語で行われます。皆さんが通っていた高等学校とあまり変わりがないっていうのが京都国際高校です。だから生徒は普通に大学受験もできるし、授業料補助などの国の支援も受けることができます。さらにはですね、朝鮮学校は法律上は各種学校扱いです。皆さん自動車学校通ったことありますよね。それと同じく何か教えている学校ではあるが、日本の正規高校、一条校とは区別されています。そのため国の補助制度から外れていることも多く、学費の負担は保護者にさせてもらうっていうのが多いです。過去にはですね、北朝鮮の資金で運営できたほどと言われていますが、今になっては厳しいようですね。授業は独自のカリキュラムで、日本の教科書ではなく、北朝鮮や独自編集の教材を使うことが多いとのことです。なぜこの違いが生まれたのか、戦後の在日コリアン社会がどちらを祖国として選ぶかによって分かれた結果です。韓国系学校は日本の制度に組み込まれて国際学校として発展していきました。一方、北朝鮮を選んだ朝鮮学校は独自路線を守り抜き、民族教育を徹底してきました。つまり、制度に乗るか、ルーツを守るか、その選択こそが両者を根本から分けた最大の要因なのですね。3番目の話、言語教育の違いです。これ同じく韓国在日コリアンルーツなのに使用する言語も全く違うんですね。京都国際高校はですね、日本語をベースにしながらトリリンガルになろうっていう教育を掲げています。授業は基本的に日本語で行われ、日本の高校と同じ内容を学びます。その上で韓国語や英語を強化しており、韓国能力試験や英語の受験を後押ししています。いわば日本社会で生きながら国際舞台に出られる語学力を育てる仕組みが京都国際高校にはあります。一方、朝鮮学校はですね、校内の会話から授業まで朝鮮語、韓国語を使うことが基本になっています。なので、黒板に書かれるのもハングル文字をベースとした朝鮮語、韓国語で行われております。日本語はあくまで第二言語として授業で学ぶ対象であります。だから、そこで通っている学生は日本語はもちろんできるんですが、心は朝鮮語で考える、朝鮮語話せるようになっているという感覚を持つようになります。さらに英語も教えてはいますが、最優先はあくまでも、韓国語、朝鮮語、そして日本語ってことになっています。なぜこの違いが生まれたのか。京都国際高校が目指したのは、日本の学校制度に根ざしつつ、国際的に通用する人材を育てようっていうところで、だから日本語を中心にした上で、韓国語と英語をプラスしていきました。一方、朝鮮学校は日本社会に同化せず、自分たちの民族性を守ることを第一にしたため、日本語を抑えてでも朝鮮語を徹底する方向を選んだのですね。
4番目の話はですね、進学実績と進路傾向の違いです。京都国際高校はですね、日本と韓国の両方で高校卒業資格を持つ強みを活かし、進学率も非常に高いです。日本国内では同志社大学とか、さらには国公立大学への合格者も輩出しています。韓国での大学も行っています。四世大学、高陵大学という、日本の東京一高みたいな超名門校がありますが、そこに進学している生徒さんもいるということです。さらに、英語教育を用いて、海外大学で進学するケースまであるっていうところで、韓国、日本、海外まで進路の幅が、朝鮮学校に比べると圧倒的に広いです。朝鮮学校はですね、卒業の進路が二極化する傾向があります。第一のケースは、朝鮮大学に行ったりとか、朝鮮学校の系列で何か仕事を持ったりとか、総連関係で仕事を持ったりするっていう道を選べます。で第2のケースは、日本の大学へ進学するケースですね。近年では早稲田大学とか国公立大学に進む例も増えてきました。ただし、各種学校扱いのため、皆さんのように高校卒業したら高卒認定受けられるわけではありません。高卒認定試験を別に受けて、それに合格して、日本の大学に進むっていうところが多いですね。なぜこの違いが生まれるのかって考えてみると、京都国際は日本社会での進学、キャリア形成を前提にしています。皆さんの高校と変わりありません。そこに韓国政府の認定が加わり、韓国大学に進学するルートも開かれています。一方、朝鮮学校は在日コリアン社会の内部の瞬間ということを重視しているため、まずは朝鮮大学だったりとか、朝鮮総連の関連するところで働いたりとか、そういったことを念頭にしている場合があるんですね。つまり、外へ広げる京都国際と地を固める朝鮮学校、この進学のスタイルが両者の教育理念をそのまま反映しています。最後、政治思想教育の違いです。京都国際高校は授業は日本の学習指導要領にハマった内容で、公民や倫理の授業でも特定の国家や指導者に対する評価は日本と変わらないと思います。多文化共生や国際理解を重視しています。文化祭や体育祭といった日本の高校らしい行事が中心で、皆さんの高校と変わらないです。希望する生徒には韓国文化や歴史に触れる機会もあると思いますが、それはあくまでの文化教育の一環というところですね。一方、朝鮮学校はですね、これは日本の政府から認定を受けていない学習学校というふうに言いました。なので、教室には自由に運営されていて、北朝鮮の指導者の顔が掲げられていたりとか、朝鮮語だけは使わないといけないだったりとか、歴史、地理の教材とか、もう数学、科学の教科書も北朝鮮の考え方に基づいて教育されているというところもありますね。また、北朝鮮の指導者の誕生記念日とか、北朝鮮由来の行事っていうところが朝鮮学校校内で行われることもあります。近年になっては朝鮮学校も中立的な教育をさせようとしていますというふうに、北朝鮮に修学旅行に行くこともあるというのは事実です。京都国際高校は名の通り国際化を選んだ。朝鮮学校は名の通り朝鮮のルーツを大事にする路線を選んだ。韓国系の学校は日本のルールを従いながらも日本人の制度を受け入れ、国際的な発展を遂げてきました。甲子園で汗を流す選手の姿は多文化共生の象徴そのものでした。一方で朝鮮学校はルーツを守ろうと全力で頑張ってきました。しかしその結果、朝鮮学校の学校数は減少傾向にあり、生徒数も縮小しているのが事実です。もちろん民族の誇りを大切にする姿勢は尊いものです。しかし一番考えるべきは、そこに通う子供たちの未来ではないかと僕は個人的に思います。これは決して他人事ではありません。今世界はグローバル化が進んでいます。日本でも外国人の数は確実に増えて、これからの社会もますます多様になっていくことが考えられます。その中で教育をどう設計するのか、日本のルーツを守るのか、融合を進めるのか、その両者をどうバランスを取るのか、これはこの動画を見ているあなた、日本の方々に投げかけられている問いです。日本の皆様、日本の教育の未来をどうお考えですか？以上、パックンでした。よろしければチャンネル登録もお願いします。アンニョーン。